ご視聴の皆様、こんばんは。本日はオンラインでの会見となりますが、ご視聴いただきありがとうございます。司会を担当いたします渡辺大成でございます。どうぞよろしくお願いいたします。これよりニュージャパンカップ2024の一夜明け会見を始めさせていただきます。早速ですが、新日本プロレスリング株式会社棚橋宏社長より次期シリーズの主要対戦カードを発表いただきます。棚橋社長、よろしくお願いいたします。はい、報道関係の皆様、またインターネット配信をご視聴のファンの皆様、こんにちは。棚橋宏です。本日、菅林会長が、不在のため、代わりに、僕がやらせていただきます。さて、昨日の長岡大会の結果を受け、次期シリーズの主要対戦カードが決まりましたので、発表させていただきます。3月31日日曜日、静岡アクトシティ浜松にて、メインイベント第8試合 KOPW2024 争奪戦で、チャレンジャータンガロア対、KOPW2024 保持者、グレートオーカーン。4月6日土曜日、両国国技館大会IWGP ジュニアタッグ選手権試合 3way マッチ。チャレンジャーチーム、櫛田・ケビン・ナイト組対同じくチャレンジャーチーム、TJP フランシスコ・アキラ組対第75代チャンピオンチーム、クラーク・コナーズ・ドリラ・モロニー組。IWGP タッグ選手権試合、チャレンジャーチーム、後藤弘樹・吉橋組対第101代チャンピオンチーム、ケンタ・チェーズ・オーエンズ組。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、チャレンジャー、ヨウ対第95代チャンピオン、ショー。スペシャルタッグマッチ、ジョン・モクスリー、海野翔太組対成田蓮、ジャック・ペリー組。ネバー無差別級選手権試合、チャレンジャー、高木慎吾対第43代チャンピオン、イービル。IWGP 世界ヘビー級選手権試合第8代チャンピオン内藤哲也対チャレンジャーニュージャパンカップ2024優勝者辻陽太。以上です。その他のカードを含む全対戦カードにつきましては公式ホームページに掲載させていただきます。新日本プロレスの熱い戦い、どうぞご期待ください。私からは以上です。ありがとうございました。棚橋社長、ありがとうございました。さて、大変お待たせいたしました。ニュージャパンカップ2024を初優勝しました辻陽太選手にご登場いただきます。それでは一夜明けてのコメントをいただきます。なお、後ほど報道関係の皆様による質疑応答の時間を設けておりますので、ご質問はその時にお受けいたします。辻選手、よろしくお願いいたします。まず、今回のニュージャパンカップ、尼崎のマイクでも言った通り、誰がこれから新日本を引っ張っていくんだ、それを明確にする大会だったと自分でも思ってます。そしてそこで優勝できた。運命のいたずらか、相手は後藤弘樹。ニュージャパンカップ3回優勝。勝てば最年長。そこに俺が挑むという構図。その中で俺が勝った。これは大きな財産になると思っています。そして、このトロフィーを持って、もう一つやらなきゃいけないのが、次の両国。内藤哲也戦。俺は凱旋してからずっと言ってるように、ロスインゴ内でのヒエラルキーを変えたい。そう思ってる。今現状、内藤さんがいて、高木さんがいて、そして辻陽太がいる。そういうふうに
見られることが多いと思う。その見え方を今回内藤哲也に勝つことで一新させて、そしてさらに IWGP 世界ヘビー級のベルトも手に入れたいと思っています。その後でもう一つ俺はやりたいことがあって、今朝東京スポーツの記事を読んだ人はもう知ってるかもしれないですけれども、俺は世界ヘビー級のベルトを取ってそれを元の姿に戻したいと、今の世界ヘビー級のベルトを分裂させたいと、そう思ってます。これには理由があって、新日本プロレスのベルトの価値を明確化したい、そういう思いがあります。今の新日本プロレス、俺はセルリアンブルーのリング、この上が一番世界で最高峰だと思ってる。ただ団体の規模、資金力で見たら WWE があって AEW がある、その次に新日本、こういう構図になってると思うんです。じゃあ新日本が何で WWE、AEW に対抗していかなきゃならないかって考えたときに、俺が思うのはやっぱり新日本プロレス、その価値、新日本プロレスのブランドを存分に発揮することだと思ってるんです。会場に来てお客さんが今日試合面白かったな、レスラーが立ち上がる姿を見てすごい勇気もらったな、そして明日も頑張ろう、そう思える試合、そう思える魂の戦いが俺は新日本プロレスだと思ってます。そしてその先に IWGP というベルトがある。今現状 IWGP 世界ヘビー級というベルトがあって、そのヘビーは IWGP ヘビー級、そしてインターコンチネンタル、白いベルトが合体したものになってますよね。ただこの前の US が廃止されて新しいグローバルヘビーというものができたとなると、新日本本来のベルトの価値はどこに行ったのかという疑問がやっぱり生まれてきますよね。だったらやっぱりそこで新日本の価値を、ベルトの価値をもう一度明確にして、俺が内藤さんに勝った上でベルトを分解し、インターコンチネンタルを廃止し、新日本プロレスを新たな時代へ導く。新たな時代へ導くからこそ、過去の新日本プロレス、そこにリスペクトを持ってベルトをもう一度分解するべきだと考えています。これは当然内藤さんに勝った後の話になるので、まずは内藤哲也に勝つこと、それが第一優先。内藤哲也から取ることに意味がある、そう思っています。はい、ありがとうございました。それではここで記者の皆様よりご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手の上、媒体名、お名前をお願いいたします。なお、本日は会見後の囲み取材は予定しておりませんので、ご質問はこの場でお願いいたします。はい、お願いします。はい、新日本プロレス公式です。今お話しあったベルトの件なんですけども、世界ヘビーから元の形に戻すということは、IWGP ヘビー級というベルトに戻すと、はい、世界という冠はもう一個なくすということでいいでしょうか。IWGP ヘビー級に戻すということです。その上で IWGP インターコンチネンタル、白いベルトは封印したいと思っています。ただやっぱり IWGP インターコンチを封印するにあたって何らかしらのけじめはつけたいなと思ってますけどね。そこへのこだわりっていうのはその2冠というものがあって、そういう経緯があって世界ヘビーになってっていういろんな過程があったんですが、過程にやっぱりちょっと辻さんの中で納得いかないものがあったということなんでしょうか。
納得いかないというよりは、やっぱり新日本のベルトは IWGP ヘビーであると思いますし、俺自身憧れたのは、取りたいと思っていたのは IWGP ヘビー級のベルトだったんで、はい、その場合デザインっていうのはそのまた変えるのか、それともかつてのものを復活させるのか。4代目のものを復活させるという意味ですね。ありがとうございます。で、すいません。今のその統一された経緯なんですけど、そもそもは次の対戦相手、内藤さんが最初に2冠をやりたい、そう言い出したと思うんですよね。そして2冠を達成した後で、今度はそれを統一するってなった。そしてその統一に内藤さんは反対してましたよね。ただ内藤さんはそこで負けました。だから今現在、俺は内藤さんがベルトを持って正直分解すると思ってたんです。ただそういうストーリーを考えた時に、内藤さんが今ベルトを分解するのはきっと筋違いなんだろうな、そういうふうに思ったんですよね。だから内藤哲也にできないことをこの俺が成し遂げてやりたいと思ってます。続いて質問のある方いらっしゃいますか。お願いします。週刊プロレス市川ですけど、改めて昨日の決勝戦の後藤さんの、試合を振り返ると同時に、あと前哨戦が後楽園のみ1大会のみ組まれたんですけど、それに関してはシリーズを通してやりたかったみたいな思いがございますか、前哨戦に関して。まず後藤さん、はい。相手が後藤弘樹だったことに関しては、正直こんなに美味しいシチュエーションはない、そう思ってました。で、後藤弘樹を超えたからこそ、今回の優勝の価値はさらに高いものになったなと感じています。前哨戦に関してはですけれども、やっぱり同じチーム内で試合をするってなると人数的な問題もあって、うまくカードが組めなくなるということもあると思うので、期間も短いですし、あんまり辻対内藤、そういう構図が見えない方が当日のワクワク感にもつながると思うんで、その1試合でどこまで試合を展開できるかっていうのは楽しみにしておいてほしいですね。いい試合であることの方が辻さん的にはいろんな意味で好都合。そうですね、はい。俺にもいろんな引き出しがまだ残っているので。はい、続いて質問ある方いらっしゃいますか。はい、日刊スポーツの千葉と申します。ロスインゴ内の序列を変えるというお話でしたけど、内藤選手に勝った暁には辻選手が例えばロスインゴの俺がリーダーだとこう言うとか、その具体的にそういうのってあるんですか。別にロスインゴ内でリーダーが誰とかっていう話は俺は求めてなくて、ただ単に外から見られた時にやっぱり内藤、高木、辻っていう風に見られてると思うので、実際自分も今そういう風に感じているので、俺がリーダーになるというより俺の存在を一番上にしたい、ロスインゴイコール辻のイメージにしたい、そういうことですね。はい、じゃあ内藤選手から内藤イコールロスインゴを辻イコールロスインゴに。はい、そういうことです。ありがとうございます。東京スポーツの岡本ですけれども、内藤選手とのシングルマッチは2021年の8月走行試合以来ということになるんですけれども、当時の走行試合は、内藤選手が必殺技のデスティールも出すことなく勝利してですね、辻選手としてはデスティールを出すことさえできずに負けてしまったという悔しい思いがあると思うんですけども、あの頃と現在の自分を比較してどういう試合をしたいかというのはありますか。どういう試合。そうですね、内藤さんがあの頃確か内藤哲也が走行試合の相手で良かったと思えるような選手になってくれ、そういうふうに言ってたと思うんで、内藤さんがもちろんそういうふうに感じてくれるような試合をした上で俺が勝ちたいと思ってます。以上をもちましてニュージャパンカップ2024一夜明け会見を終了いたします。報道関係の皆様には本日の内容についてお取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。